皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢、そして後半にシリア情勢をお届けします。ウクライナ情勢とともにシリア情勢を取り上げる理由というのは、シリアにおいてロシアの影響力が大幅に減退、そして追い払われる可能性もあり、これによってロシアの国際的な影響力の低下といったものが十分考えられる状況となりました。ロシアの影響力低下というのは日本にとっては良い変化でもあるため、国際情勢を見るときに合わせてお伝えしようと思っています。それではまずはウクライナ情勢についての情報を見ていきましょう。ウクライナ軍の発表している戦果報告、高水準の死傷者が続いていることを示しています。今日報告されたロシア軍の死傷者数は1990人、戦車6両撃破、装甲車15両撃破というような数値が並んでいます。これは12月20日に記録されたロシア軍の最大の被害者数2200人に比べればちょっと少ないのですが、しかしそれでも私の見ているところでは3番目の悪い数字です。そして同時に死傷者の数は多いけれども、戦車や装甲車の撃破数については少し数が少なめになっています。大規模な攻勢を退けた場合においては、戦車や装甲車の撃破数も急激に伸びるのですが、そういった状況ではありません。こうなっている背景については、以前の解説動画でも述べましたが、ソ連時代に作られた戦車や装甲車の予備を工場で再生し、前線に送る動きが低下し始めました。状態の良いものから再生していくわけですが、もはや錆だらけで新しく作った方が良いのではないかといったような非常に劣悪なものしか残っていないような状況になりつつあるのです。そのことを示している一つの良い例がありました。それはロシア軍は現在でも東部戦線で各地で攻勢に出ているのですが、全く装甲戦力のない攻撃といったものもあります。その中で極端な例の一つが、一切軍用車両のない一般販売されている民間車両のみでの攻撃が発生したのです。セダンやピックアップトラック、そういった車両にみんなが乗ってきてやってくるわけですが、当然のようにそうした車両には銃撃や砲撃から身を守る術がありません。近くで砲弾が炸裂すれば、その衝撃や飛散物は簡単に車を破損させ、乗っている兵士たちを死傷させます。公開された映像によると、この攻撃は完全に失敗し、多くの死傷者を残して生き残った兵士たちが命からがら逃げていきました。すべての攻撃が装甲車両のない攻勢ではありません。あくまでも一つの例として取り上げたものですが、ロシア側の装甲車両の補充が以前よりもさらに悪化し始めている兆候は間違いないでしょう。またその一つの例としてこんな例もご紹介します。これはロシア軍の兵士たちが電動キックボードによる移動を行っているところです。これまでロシア軍にはゴルフカートのような見た目の四輪バギーやバイクといったものも数多く支給され、戦場の移動だけではなく突撃にも使用されてきました。ただ、バイクについては少し数が減ってきているようで、その代わり、ウクライナ軍のドローンに捉えられる電動キックボードを使うロシア兵の姿が増えました。当然バイクよりも電動キックボードの方が安いといったこともあり、中国からおもちゃとしての輸入を進めているのでしょう。当然このような移動手段では攻撃されたらひとたまりもありません。戦車や装甲車はドローンによる攻撃によって破壊されるといったことはあるわけですが、全ての局面においてそうした攻撃手段があるわけではありません。それに比べると一般車両や電動キックボード、バイクでの移動は銃撃されたらもうひとたまりもないようなものですから、ロシア軍の死傷者数が高水準であるのはこうした兵器の劣化といったものが着実に影響しているのでしょう。ロシア軍の装甲戦力の不足といったものをお伝えしたわけですが、しかし全ての局面で装甲車両がなくなっているわけではありません。現在の状態というのは、作るよりも破壊される量の方が多いから足りない部隊ではもう何が何でも攻撃しないといけないので、移動用に使っていた一般車両を使わざるを得ない部隊が出てきたという話です。ですから、軍の上層部の優遇を受けている部隊では、新しく作られた戦車や装甲車の割り当てなどもされていて、そうした部隊の攻撃力は決して侮れるものではありません。ですから東部戦線における戦いでも、現在でもロシア軍の前進はじわりじわりと続いている状態です。ただし、それには多くの兵士の命を引き換えとしているものであり、
少なくとも現代の日米欧の軍隊が目指すべきような姿ではありません。現在のロシア軍の攻撃方法というのは非常に第二次世界大戦的なもので、人命を非常に軽視し、何人死んだところで奪った領地が多ければそれでいいというような考えが一貫してあります。このような考え方はロシアと行動を共にしている北朝鮮も同様です。多くの兵士たちが亡くなって病院送りになっているという話をこれまで行ってきましたが、それでもなお北朝鮮は新たな兵士をロシア側に送るであろうといった報道が出ています。これは1000人亡くなったんであれば1000人新たな兵士を送ればいいというような考え方で、ロシア軍と考え方は全く同じようです。そしてこのような行動をとっている北朝鮮は兵士を送る理由があります。それは戦争特需です。国際的には制裁を受けている北朝鮮ですが、国連の常任理事国であるロシアが国連の制裁違反を積極的に行って北朝鮮とのビジネスを拡大しています。特に戦争関連の物資や兵隊の輸入といったものは当然このような国連の制裁に違反している行為です。現在北朝鮮の軍需工場はロシアからの注文を受けてフル稼働を目指して稼働していると言われています。また一部で言われていた北朝鮮兵士たちが実戦経験を得てそのノウハウを本国に戻すことにも意味があるのではないかという話があったのですが、私はどうもそうした戦闘経験についてはほとんど得るものがなかったのではないかと思います。というのもウクライナの戦場にやってきた北朝鮮軍兵士たちはそもそもロシア側から戦場で準備すべきものを全く準備されていなかったと言われています。まず第一にドローンに対する対策や事前知識が全くないという点。北朝鮮軍の兵士たちは近くで砲撃による炸裂音があると恐怖心からか身を寄せ合ってしまうという習性があるらしく、それがまたウクライナ軍のドローンの観察によってより攻撃目標として選定されやすくなるといったことを繰り返しているそうです。また現在の戦場ではドローンの通信妨害を行うジャマーと呼ばれるものが必須装備だと言われているのですが、北朝鮮軍には全くそのような装備がないそうです。ロシア軍、ウクライナ軍双方ドローンを使っていますから、相手方のドローンの動きを阻害するためのジャマーの性能といったものは生死を分ける装備だと言われています。そもそも装備そのものを持っていない北朝鮮軍兵士たちは通信妨害など一切できないわけですから、飛んできたウクライナ軍ドローンが確実に誰かの命を奪うといったような状況のようです。果たしてそれは教訓として北朝鮮軍をアップグレードするものなのでしょうか。ちょっと怪しいものです。むしろ日本から見た場合における問題というのは、現在北朝鮮からロシアへと輸出が進められていると指摘されている弾道ミサイルです。大型の弾道ミサイルについては輸出していないとは言われているのですが、中距離レベルの射程の弾道ミサイルについてはすでに運び込んでいると言われています。ロシア軍による遠距離攻撃はこれまでずっと繰り返されてきましたが、その中に北朝鮮製の弾道ミサイルが混じってきたとしても何ら不思議ではありません。それが何が問題かといえば、北朝鮮の弾道ミサイルの実戦投入、そしてその問題点の洗い出しの場としてウクライナの戦場が使われてしまう危険性があるわけです。そこで得た教訓といったものがまた改良へとつながれば、北朝鮮製の弾道ミサイルの精度が上がり、より危険度が増すというわけです。それは日本にとっても決して他人事ではない話です。北朝鮮軍の歩兵のレベルが上がっても、その脅威を受けるのは基本的には韓国になるわけで、日本とは関係がありません。しかし弾道ミサイルのレベルアップというものは韓国を飛び越えて日本にも当然のように射程圏内に入るわけですから、その部分については警戒すべきでしょう。だからこそロシアによる侵略はさっさと失敗させるべきというのが日本の国益にもかないます。続いてシリア情勢の解説に移ります。地中海の入り口であるジブラルタル海峡でシリア方面へ向かうロシア軍のイワングレン級揚陸艦イワングレンが写真に収められました。排水量は5000から6000トン、最大13両の主力戦車または36台の装甲変異輸送車と300人の兵士を輸送できるそうです。現在ロシアはシリアの海軍基地を失うのではないかと言われていますから、新たな船が地中海へ入ってきたというのはおそらくシリアの港に溜まっているロシア軍の装備や兵士をいずれかの地へと輸送するためだと見られています。こちらは港に溜まっているロシア軍の軍用車両の列。輸送先については
ロシアの支援を受けている武装勢力があるリビアか、それが叶わなければロシア本国へと帰還するものとみられています。現在ロシアはシリアの新政府に対して空軍基地、海軍基地をこのまま残してもらえないものかと交渉を行っているそうです。そして新政府発足に向けて旧政府軍兵士たちの処刑は行わないといったことが発表されています。これに合わせて政府軍崩壊時にイラクへと亡命していた政府軍兵士たち、イラクからもう亡命する理由がないんだからという理由で送り返すことが決定され、バスが用意されているそうです。一部報道では亡命した政府軍兵士の数は2500から3000人程度でいたと言われています。そしてシリア国内における政府軍兵士の武装解除と新政府軍への再登録手続きといったものが行われています。その際に独裁者アサド氏の写真をみんなで踏みつけてから手続きを行うといったことが行われているそうです。今のところアサド元大統領の顔を踏みつけることに抵抗を示す兵士は全くいないんだそうです。そもそもそうした考えがあるなら新政府で再び雇ってもらおうということもしないでしょう。結局のところ恐怖心やもしくは一部の利権目当てで政権側についていた人たちはいるでしょうが、ほとんどの一般兵士にしてみればいなくなった大統領に思いを寄せる人はほとんどいないのでしょう。次に、アサド政権で行われていた麻薬事業、そこで作られている麻薬カプタゴンの製造拠点や倉庫が次々と発見されています。アサド政権は自国民に対する化学兵器による無差別攻撃なども行っており、また周辺国に対しても積極的な麻薬の密輸といったものも行っていました。そのため、欧米や各国からの制裁も受けていました。シリア経済は無茶苦茶な状態で非常に疲弊したものとなっていましたが、それでも麻薬事業は莫大な富を生み出し、アサド元大統領、その一族に多額の不正な蓄財を成功させてしまいました。現在のところ新政府は麻薬事業について解体を目指すことを発表しているため、政府主導の麻薬事業の一つが姿を消そうとしています。そして現在の新政府の方針としては、他の宗教や少数民族に対する弾圧を行わないこと、化学兵器の放棄を進めること、麻薬事業について廃止解体することなどについて意見を表明していますから、おおむね周辺国や欧米から警戒はされつつも対話が始まっています。HTS 主導の新政府に対してトルコ、ヨルダン、アメリカなど各国の高官が会談を実施しています。写真はヨルダンから来た外相、その他外相としてはトルコからも同様に大臣がやってきており、国家承認の日もそう遠くはないでしょう。またアメリカは国務次官補をシリアの首都ダマスカスへ派遣し、協議を行ったそうです。日本の報道機関だと未だに HTS のことを過激派というふうに呼ぶ解説なども見られるのですが、実際にはアサド政権に対する反政府軍の勢力の一つで、過激派という表現は実態とは合わないでしょう。HTS 版アルカイダの組織との決別は2016年に終えており、シリア国内におけるアルカイダ系組織は全く別のもので、しかもそれは国民からの支持を受けていないので、主要勢力にはなっていません。ですから新政府に対する影響もまずほとんどないと言えるでしょう。このような状況ですから、基本的な評価の仕方としては、シリア第一主義者による新政府発足といったような見方の方が、現状には合っているでしょう。そして、現状のまま国際関係を改善させることができれば、ロシアとイランの影響力がかなり減退することとなります。中東に対する影響力の低下といったものは、ロシアにとっては大きな打撃ですし、またイランの影響力が減少することは、レバノンにいる武装勢力ヒズボラに対する支援も大幅に減退するわけなので、この地域の情勢にも大きな影響を与えるでしょう。ただしその場合だとイランは他のルートを使ってフーシ派に対する支援からイスラエル攻撃を行うことも十分あるわけなので、イラン対イスラエルのこの構図それ自体はまだ続くものとみられます。中東情勢少しでも早く動乱が収まってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。